トホンの断線の修復のターン。本来の姿を失った思い出に、再び命を吹き込む修復のプロがいます。修復しましたーん。今回、修復に挑む修復のプロは、修復類人猿最強、コビタン。この日、修復のプロのもとへ届けられたのは、パナソニック RP-HT40。低価格で直径 30mm のユニットを採用し、コンパクトで約 50g と軽量なことから、長時間のリスニングでも負担が少ないヘッドホンです。数年愛用していたこのヘッドホンでしたが、聞けばこのヘッドホン、右側から音が出なくなってしまったとのこと。1000円にも満たない価格で同等の商品が購入できます。それでも修復を望む依頼者の気持ちに応えたい。修復のプロは、この安いヘッドホンを蘇らせることができるのでしょうか。ヘッドホンの断線、修復しましたーん。今回、修復のプロが扱う道具がこちら。ニッパー、ハンダゴテ、ハンダ吸い取り線。コードの付け根を押し込んだ時にだけ音が聞こえますね。この箇所の断線が原因と判断した修復のプロ。耳当て部分のスポンジを取り外し、分解します。原因は、このコードの結び目のあたりでしょうか。すると修復のプロは、撮影の間を与えないほどの手際の良さで、大胆にコードをぶった切ると、覆っていたチューブに溝のついたニッパーで切れ目を入れ、殻からカニの身を取り出す要領で内部の線を抜き取りました。ヘッドホンに使用されているのはリッツ線と呼ばれる細いエナメル線を束にしたもの。次はハンダ付けされたリッツ線を取り外し、付け替える工程。古いリッツ線の色と接続先の確認を終えると、ハンダを溶かして古いコードを外します。新たに取り付けるリッツ線をばらし、現れた補強用の繊維をカットします。リッツ線の表面は、絶縁体の皮膜で覆われています。この皮膜はハンダ付けの際に溶けてしまうとのことですが、あらかじめハンダゴテとハンダを使って皮膜を溶かすことで、通電性を上げる下処理を施しておきます。ライターの火で炙る方法では、必要な皮膜まで溶けてしまい、リッツ線同士の接触などの不具合を起こす場合があるので、避けるとのこと。小さなこだわりの積み重ねが、いい音につながるとかどうとか。新たに取り付けるリッツ線の先を、溶けたハンダに浸して表面の皮膜を剥がします。一旦取り外したリッツ線に付着したハンダは、ハンダ吸い取り線で除去。すると修復のプロは、最初の道具紹介にはなかった、きめの細かい紙やすりを取り出し、リッツ線の先端を軽く撫でるようにやすり始めました。本当に皮膜が剥がれているのか、肉眼では確認できなかったのでやすりました。念には念を入れた作業。修復のプロは妥協を許しません。続いては、基板に残った古いハンダを、ハンダ吸い取り線で取り除く作業。古いハンダの上に、ハンダ吸い取り線を重ね、その上からハンダゴテを当て、熱を伝導させて溶かしたハンダを吸い取ります。続いて先ほど、一手間加えたコードをハンダ付けするのですが、この時、あらかじめコードに結び目を作っておくのを忘れずに。しかし、ここで問題が発生。コードとハンダゴテとハンダを一度に扱うには手の数が足りません。想定外の難題に修復のプロが取った行動は、あらかじめ基板にハンダを持っておき、後からコードを取り付ける方法。無事
コードの取り付けが完了しました。あとは組み立てれば完成、と思いきや、その前に、正常に音が聞こえるのか、確認をします。この時、左右の音量のバランスも確かめるのですが、自作のモノラル楽曲を使用することで、微妙な違いがわかるとかどうとか。どうやら問題ないようです。今度こそ組み立てて完成、と思いきや、その前に。コードを挟まないように、内側に寄せておきます。最後まで手を抜かない、修復のプロは妥協を許しません。組み立て後、最後に直径5センチの交換用イヤーパッドを装着すれば、左右のコードの長さが違うのはご愛嬌。再び命を取り戻した低価格で軽量なヘッドホン。蘇った安いヘッドホンにそこそこ喜ぶ依頼者の顔が目に浮かびます。修復のプロにとって修復とは、今回、ヘッドホンの修復は初めてでしたが、うまく治ってよかったです。ご視聴ありがとうございます。最強。チャンネル登録と動画への評価もよろしくお願いしますね。類人猿最強こびた